これからですね、アメリカはテキサス州に向かうところです。ちょうど前日に都内で予定があったもんで、フライトも朝だし、安全の近くで泊まって、そのまま行っちゃおうかなと思って、ホテルに前泊してました。人生初ビジネスクラス、緊張しますね。23日間かけて死ぬまでにここは行きたいなと思った場所を巡る旅です。かなり思い切りました。この旅のために食器とかずっとセーブしてきましたし、旅の概要はまた後々詳しくお話しします。今回はビジネスクラスということで、今までご縁のなかったこちらのアナラウンジにアクセスができるんですね。どんな感じなのか向かってみようと思います。ファーストクラスの乗客とアナマイレージクラブのダイヤモンドメンバーだけがアクセスできるアナスイートラウンジっていうのもあるんですけど、こちらには入れないので、普通のアナラウンジ、こちらの方に入っていきます。これからアナのフライトでテキサス州ヒューストンに向かうんですけど、真の目的地はその先にあって、アメリカはどちらかというとですね、経営地的な感じなんですね。ヒューストンでは1泊しかしないのであんまり時間がないんですが、とある石に触るスポットに行く予定です。なんか席にいろいろ置いてありました。これは枕かな。こんないろいろ用意されてるんですね。後で詳しく見てみましょう。これは寝具関係ですかね。Wireless earphones under your seat. Do not move your seat and please inform the cabin attendants as this may cause a damage of海外旅行で問題になるのがネットをどうするかっていうことなんですけど、私はセイリーっていう eSIM を入れました。以前ですね、ネットで SIM カードを買って配達で受け取って、で現地に持って行って使ったりとか、あと現地の空港で SIM カードの列に並んで買ったこともあります。だけど正直めんどくさかったですね。セイリーなら事前に日本で準備できて全部ネットで完結するので楽で、現地に到着してすぐに使えるようになるんで本当に時短になります。やっぱり不慣れな土地に行くんでですね、現地でマップとか検索とか使いたいですよね。現地に到着したら実際に接続して使ってみます。行くエリアに合わせてプランと日数が選べるようになってるんですね。アプリ内で国を選んで購入してでインストールするだけなので簡単です。アメリカ含めて6カ国周遊する予定なんですね。今回選んだのはこちらの全世界対象のプランです。国を移動したとしてもですね、再インストールとかしなくてそのまま使えるんで、これはすごい便利だなと思ってこちらにしました。地域によってはギガ無制限のお得なプランもあるみたいです。セイリーはですね、ただの eSIM じゃなくてセキュリティ機能もついてるんですね。悪質な広告をブロックしたり保護機能でプライバシーを守ってくれるので安心して使えます。セイリーの eSIM プランを 15% オフでゲットできるチャンスです。セイリーアプリをダウンロードするか、セイリー .com/うみこにアクセスして支払い時にプロモコードうみこを入力すると特別割引が適用されます。概要欄に詳細を載せているので気になった方はぜひ見てみてくださいね。
時差があり、ただいまのヒューストンの時刻はどういうこと？メニュー？テーブルご用意させていただきます。砂肝クリームチーズとナッツとチリのパイでございます。もろこし豆腐とうざくでございます。だしをかけてお召し上がりください。こちらのカニですが、生姜ジュレがかかっていますので、このままお楽しみいただけます。機長からの情報ではこの先も揺れの中の飛行を予想しております。こちらはわさびサラを目指するでございまして、はい熱いのでお気をつけてお召し上がりください。裏声どうやって保ってるんだっていうくらい普通にめっちゃ美味しいご飯だった。
シュレットがついてるんですけど、これ普通ビジネスクラスのエリアだから。荷物を預けてから行動しようと思ってるんですけど、もうスマホが使えちゃうからウーバーが呼べる。もうサイリーの eSIM がつながってます。今日泊まるホテルです。なんかね、ここ朝食ついてないと思ってたんだけど、なんかついてるっぽいんですよね。それで2万円ぐらいだったんで、かなり安いと思います。ここから例のですね、石を触りに行くんですけど、向かってるのがスペースセンターヒューストン。何これ？スペースセンターの公式ホームページですけど、月の石に触れますと書かれてるんですね。月から持ち帰った石ですよ。触ってみたいなと思って、バスを乗り継いで2時間弱ぐらいかな。バス停がすぐそこにあるらしいんで、バス停に着いたはいいんだけど、なんかね、パスをアクティベートする仕方がわかんない。もうこれすでに買ってるんですけど、こんな確認もなしに乗れたんやけどさ、どうすんやろ。何も確認されずに見せただけで降りれたんやけどさ。バスに乗ってるのはほとんど地元の人っぽい感じですね。旅行者はちらほらいるぐらい。Okay, dice El Dorado, El Dorado. 今ウーバーを呼んだんでドライバーさんを待ってます。本当に日差しがめちゃくちゃ強いから日陰にいないときつい。多分あれだ。何時だ？12時半。うわ、私何時のスロットを取ったんだっけ。1時半のやつ取ったんだ。1時間前に着いちゃったよ。人並びがすごいね。私はこれを取ったから普通に入れた。ちょっと思ってたのと違ったんですけど、展示で面白かったものをサクッと紹介します。これスペース X のロケットです。スペース X かっていう感じで感動しました。では上に乗ってるのがスペースシャトルインデペンデンスの実物大模型ですね。中に入ることができます。下はシャトルキャリアエアクラフトの実物だそうです。長蛇の列に並んでですね、トラムに乗りました。
これでサタン V ロケットを見に行きます。映像で伝わってるかわからないんですけど、本当にバカでかいです。テキサスに降り立って初ご飯です。サラダでかいね。これでタックスを含めて15ドルちょいだな。来た時は確か16ドルぐらいだったのに40ドルぐらいになってる。混んでるから。なんかまたチェックされなかったんですけど、今7時ぐらいなんですけど、夜の。でもまだ真っ昼間みたいに超明るいです。広っ。さ、これどういうこと？ジャグジー風呂みたいのがあるんだけど、これ部屋のど真ん中っていうか、部屋のここにあるんですけど、ほんでだよ、ここがバスルームですよね。シャワーがある。なんか面白いね。なんか一人なのにタオルをめっちゃいっぱい置いてくれてますね。結構デカめの冷蔵庫、ケトルと電子レンジ。コーヒーだけだろうな。コーヒー、クーラーコーヒーだけだな。一人にはもう広すぎるぐらいのお部屋ですね。ベッドもめっちゃでかくて、なんか置くところとか、テレビ、そして謎の位置にこの風呂。ちょっと入る気しないよね。ここでお風呂入ったらめっちゃ部屋湿気そうだじゃない？なんかさ、泊まってるホテルが面白すぎるからちょっと見てほしいんやけど、めっちゃ広いやつ。なぜかここにさ、風呂がある。これさ、ちょっと面白くない？これどういうことで、ほら、こっちは触れるのよ。月から持ち帰ったなんか石を触るのをヒューストンでのメインのミッションみたいな感じに思ってて行ったんだけどさ、はっきり言ってめっちゃ小さかったね。想像の10分の1ぐらいの大きさだったね。ゴツゴツした石をこうやって触るのをさ、やっぱイメージしとってからさ、って感じでメインベッドがそれで終了したロケット見たよ。すごかったよ。スペース X のロケットとかもあったよ。ワールドカップレース間の人がばっかりってほどでもないけど、ユニフォーム着てたりとか、自分の国の国旗をなんか持ってきてたりとか。
日本人もちらほらいた。なんかめっちゃガチャガチャガチャって音してガチャってドアが開いて何って思ったらスタッフの人で、この部屋誰もいないことになってるんだけど名前教えてもらっていいですって言われて今確認してくれてるらしいんですけど、ちょっとどういうことかわけがわかんないです。間違った部屋のルームキーを渡しちゃったみたいで変えてくれたそうです。寝ます。iMessage biasa dilakukan kan? Oh, 寝てる時そう、寝てる時にガチャって怖くね。も絶叫した。いや、なんかてんって感じだった。何って感じでね。いや、向こうも何って感じで。今回アメリカは経由地みたいな感じで本当に行きたい場所がこの先にあるんですよ。実はですね、この後アメリカ含めて6カ国周遊するような形で23日間ぐらいかけて地球をぐるーんとこう回るような予定を組んでます。この後はですね、ちょっと早めに空港に行ってその後ペルーに飛ぶ予定になってます。なんでこういう計画をやったかというと、一生に一度は見たいなって思ってるものとか場所とかがいくつかあって、その時が来たら行こうみたいな風に思ってたんですけど、ふとあれこれってもう行かないまま終わっちゃうんじゃないかなっていう気がして決意しました。決心したというか勇気もいりましたし、結構これもかかりましたけど踏み切りました。スターアライアンスの世界一周旅行券っていうチケットの買い方があって、それを使って航空券を買いました。西回りか東回りかどちらか選んで大陸をこう移動しながらぐるーんとこう地球を一周するような予定を値段を抑えめで取ることができるんですよ。何箇所まで行っていいとかいろいろルールはあるんですけど、今回の予定のポイントとしてはまずマチュピチュ、エジプトのピラミッド、ここを結構中心に組んだっていうのがあります。